はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。今回の動画は前にやった鋳造実験の続きですね。なので 3D プリンターで型は作ってます。型の作り方はプリントしてるところは正直見てもあんまり意味はないのかなとも思います。そして前回との違いですけど、これ今仮に組み立てたものですが、まず弓地3本太くしました。これは可能な限り一気に入ってくれることを期待しての処置ですね。そしてエアベント。こうやって斜めにしてる上側にベント作って上と接続してます。こうすれば、エアはここまでは抜けてくれると。とにかくこれでうまくいってくれればいいんですけど、押し湯がちょっと少ないかもしれないので、どうかなとも思います。これ、あと、組み立てが必要な部分、先組み立てますね。組み立ては瞬間のゼリー状を使って、あと、今回から処置を1個変えるんですけど、前回やった時にちょっと、この型の中、フィラメント、微妙な隙間から若干侵入した形跡があったので、マニキュアの除光液使って、PLA の表面ちょっと溶かして溶着させちゃいますね。こうすることによって PLA の樹脂がお互いくっつくんで中に侵入するということはなくなるはずですね。これ除光液なら何でもいいわけではないです。除光液の主成分に酢酸エチルが入ってるものでないとダメですね。他にも薬剤としてはテトロヒドロフラン、あとジクロロメタンか、その2つが PLA を溶かす効果が高いんですけど、入手性の楽さでいうと100均の除光液、これに勝るものはないですね。当然100均なので100円で売ってるという安さですね。ただPLA の溶かす能力はべらぼうに高いかというとそうでもないです。あと除光液、匂いがきついので、よく換気した状態でやるのがベストです。もしやる人がいたら気をつけてくださいね。着しちゃいますね。除光液塗り終わったので組み立てをしていきます。組み立ては接着剤塗って穴に差し込むだけですね。もうプラモデルみたいに簡単になってます。この辺が 3D プリンターのいいところですね。ところどころグルーガンも使って組み立てていきます。隙間を埋めるっていう感じですね。これで OK。さて、原型が一通りできましたね。組み立て終わりました。あとはコーティング剤塗るんですけど、前作ったのをやってもいいんですけど、ちょっとレシピ変更したものをやりたいので、新しいコーティング剤作ってきます。まずは水ガラス 1.6 キロ。今回のレシピはこんな感じで進めていきます。水ガラスの濃度は 40% でいきます。とりあえず 640g 取り分けとこう。で、計算ナトリウムで 640g と。水 960g なので 960cc ですね。もうめんどくさいのでお湯で沸かしておきます。焼くとこれでよしと。そしたらこれに計算ナトリウムを混ぜてと。よく混ぜたら常温まで冷ましていきます。
はい、今のうちにグリセリン用意しますね。10倍量なので 50g と 50g と、はい、冷えてきたのでグリセリン投入と。次はいよいよシリカフューム入れてきますね。シリカフュームは、100g だったので最初その10倍量の、1kg ございます。そして、アルミナ粉末が 1.2 キロ。次560にする。次、中性洗剤を 40g 入れます。重曹が 2g だから 20g と。これで OK。 これでコーティング剤できました。じゃあ、つけときます。よいしょ。とりあえずコーティング終わったので干しておきます。1日ほど乾かして2層目以降進んでいきますね。なのでよく混ぜておきます。2層目からはアルミナまぶしてコーティングの厚み稼いでいきますね。こんな感じで粉まぶしてきます。また1日乾かしてあと2層やります。2層3層ぐらいやりますね。全体的にもったりした感じになるまで続けます。4層重ねました。これであとは乾燥するのを待ちます。はい、型乾いたのでいよいよ焼成やっていきます。そして焼成に使うのは前回使った焼成炉ではなく新型炉です。新型炉大きいですね。だいぶ大きいです。今回5個全部まとめてできますね、サイズ的には。そしてちょっと改造してあります。まず電気系の改造少しやったのと、それとこっちの方が重要ですね。アフターバーナー二次燃焼装置つけてます。どうしても煙に出るんで、出た煙を燃やす装置ですね。こんな感じでつけてあります。ではまずは、このてっぺんの部分穴開けていきますね。はい、こういう感じで、本体というか中の原型が抜ける穴は開けときます。でこれを逆さに置くと、こんな感じで5個全部入りました。それでは電源入れて焼成工程進めていきます。少ししたら煙が出ると思うのでアフターバーナー点火しますね。
見えるか分かりませんが、わずかに煙が出てきたので二次燃焼装置点火します。はい、約4時間5時間くらい焼き上げて常温に戻しました。一晩経って常温戻りましたね。もう普通に持てる温度です。これで型の準備はできました。あと鋳込みをやるので、鋳込みはまた後日になっちゃうと思うので、ちょっとこれは保存しときます。いよいよ鋳込みを進めていきます。今回の煮込みに関しては1個は常温でやります。それで2個目は温度を600度まで上げて普通に煮込みます。これは前回やったのと同じ感じですね。型の形状を変えたのでどう変化するかというのが見たいですね。3個目はセラミックウールを巻いて温度を上げて保温した状態でやります。これは結局型が小さいので鋳込みの時に外に上げて流すまでの間に結構温度が下がるんですよね。それがどう影響しているのかを見るためです。4個目は型の上だけグラスウールを巻いて煮込んでみます。そうすることによって全体の固まる順番が最後になりますね。5個目は逆に下側だけグラスウールを巻いて芋の煮込み物メダルの方がなるべくゆっくり固まるようにしてみます。そんな感じでそれぞれテストですのでいろんな種類でやっていこうと思います。では4つを入れてきます。4個とも入れると。煮込みの型の温度ですが、とりあえず380度にしますね。770度セット。はい。じゃあこれで打ちますね。はい、1個目、網溶けたので煮込み進めてきます。1個目は正直常温の鋳型の型なのでうまくいかないとは思うんですけどね。とにかくやっていきます。これであとはちょっと待って下ろして2個目以降やってきます。2個目は加熱しただけの型に煮込んでいきます。全体を保温したバージョン、これですね。それぞれ上を保温したもの、下を保温したものですね。よいしょ。何か変化があると面白いけどね。それでは冷えたので型を全部開けてしまいますね。湯道を太くした効果は十分にあったと思います。はい、全部切り離し終わりました。この後で一回ちょっと総括の方やってきますけど、今回実験はまだこのまま続けていこうと思います。はい、2回目の鋳造試験終わりました。で、1が型が常温のもの、2が
型を600度まで加熱したもの。3は600度まで加熱した上で、するときにセラミックブランケットを巻いて保温したもの。4は保温はしたけど、湯口だけ保温したもの。5が、型の本体やメダル側だけ保温したものですね。それで、型の上から下です。一番上、2番目、3番目、4番目、5番目という感じですね。まあ、この辺は、正直、はい、1番と5番だけ比べましょう。一番上と一番下ですね。まあ、これは前回もそうだったんですけど、下の方が若干いいんですけど、型が冷えた状態だとそんなに差は出ません。で、これが加熱した型ですね。少しやっぱディテールが細かく出やすいのかなっていう感じはありますけど、まあどのみち失敗です。今回結論から言えば全然ダメでしたね。こういうメダルのエッジ部分は入るんですけど、やっぱメダルの模様の部分ですねは入りづらい。結局今回作ったサイズのものであればやろうと思えば加圧鋳造もできますし、設備があるので真空鋳造もできます。まあそっちでやった方がいいのかもしれないんですけど、それは分かってはいるんですけどね。まあとにかく重力鋳造、実際に作るものはもっと大きいので重力鋳造でないと多分できなくなる。設備的に厳しくなるので重力鋳造にこだわってましたね。はい、それでここで終わってもいいんですけど、ここで終わるのもなんか尺に触るので次の準備しました。準備したのはこんな感じのエンジンパーツです。もうサイズが全然違います。はっきり言って。ここにあります。ここに2つとりあえずあります。もう一回この動画では鋳造をやっていこうと思います。手順は基本的に同じ手順で進めます。コーティング剤塗って砂かけてっていう手順ですね。もうそれで進めていきます。じゃあやっていきますか。1個目コーティング終わりと。はい、コーティングできましたね。1個目と2個目。1層目はスラリーだけ、コーティング剤だけで、2層目以降砂まぶしていきます。はい、ではエンジンパーツ2層目やってみます。2層目からは砂まぶしありと。はい、砂まぶし全部終わりました。まあこんなもんでしょう。これであとは調整移っちゃって大丈夫かな。乾燥したら合計4層やってるんでそろそろいいと思います。問題はないと思います。まあダメならもう一回やるだけですね。こっちもまあ普通にコーティングできましたね。こんな感じで型3個入れときます。この炉が大きくなったのでこのぐらいの型なら3個同時にいきますね。260度セットと。じゃあこのまま温度上がるの持ってきます。温度が上がってくると煙が出てくるのでアフターバーナー焚きますね。はい、
大問題発生ですね。型が崩壊しました。こんな感じでまだ200度ちょっとまで温めたところなんですけど、自重で押しつぶされちゃったのか何なのかちょっとわかんないですね、状況が。こいつはまだ問題がないんだよな。もうぐにゃぐにゃですね。もう一個の方も崩壊しましたね、完全に。こんな感じで。難しいね。こうやって置いたことによってこいつが重いので弓チやなんかを潰していくって感じですね。なんかちょっと対策取らないとダメですね、これは。どうしようもないな。というわけでやり直しです。まあダメだったのは仕方がないので、とりあえずちょっと割ってみますね。なんか膨らんでる気がするんだよな。この辺割ってみます。やっぱなんか、あってはいけない空洞ができてますね。原型が崩壊した時にできた隙間っていう可能性も高いですけど、ちょっと乾燥が不完全だったかな。もうちょっと乾燥に気を使わなきゃダメですね。はい、新しい原型作りました。まあこの持ち手の部分は取り替え式というか後から何度も使うつもりなのでこれは関係ないんですけど、本体はこんな感じで、調整の時こうやって逆さにしておくので、その時に力がなるべく均一にかかるように。あと原型と原型の間ちょっと短くして、ここを何層か重ねてる間にくっつくようにします。そうすれば少しは、一塊の物体になって丈夫になるのではないかと、それを期待します。ではコーティングしていきますが、コーティング今までと同じ作業になるのでもう飛ばしちゃいますね。じゃあ次は、コーティング終わった段階をお見せします。それでは焼成工程移ります。炉の温度下げ気味で低い温度で乾燥工程数時間やります。この持ち手はもう取っちゃいますね。これは再利用です。で本体だけにして中入れてと。PLA がある程度抜けたところで型をひっくり返して本格的に温度を上げて焼成していきます。はい、そろそろ時間なのでオフと。あとは自然に冷えるのを待ちます。型が常温まで冷えたので煮込みの準備を進めていきます。今の段階でセットものみたいになってます。というわけで、ではこれを360度まで加熱と。設定温度を360度セット。スイッチオンと。では、煮込みをやってきます。まずは型を出してその後湯の準備と。
あとはしばらく放置して冷えるのを待ちます。ついでに諦めきれなかったメダルの方も準備してます。こちらは変更点としては押し湯の量を増やしました。ほぼ倍くらいまで増やしましたね。もしうまくいってくれたらいいですね。はい、煮込んでみたら型の底にちょろっと穴が開いててゆっくり漏れてきますね。まあしょうがないです。まあ失敗でしょう。おそらくこれはしょうがないね。メインのあっちが OK ならいいや。それでは型を開けてきますが、こちらは穴開いて漏れちゃった方なのでちょっとあんまり期待はしてないです。はい、まあとりあえずこんな感じですね。まあもう一個本命の方行ってみますか。型を開けたら細かい部分を見ていきますね。型の位置が1番、2番、3番、4番、5番と一番上から一番下まで。今回押し湯を増やした状態でやったんですけど、まあ型が割れて途中で漏れちゃったりはしたんですけど、それでも結構良かったです。一番上、いつもならこんな入り方なのに、今回エッジが結構はっきり入ってます。まあちょっとね、崩れちゃった部分もありますけど、いつもに比べると随分状況は違いますね。型の温度なんかはいつもと大して変わらないんですよね。なのでこれは押し湯の量が結構影響してるんじゃないかと思います。2番なんか結構いいですよね。綺麗に入ってます。エッジが入りきらないのがねあるけど、3も同じような状態。4もやっぱ下に行くに従って少しずつ良くなるって感じですね。エッジははっきりするっていう感じです。入り方は。まあメダルは押し湯を増やすことによってある程度改善は見込めますね。まあ結構その押し湯の量っていうのが重要ですね。では今回の本命、こっちもちょっと綺麗にしていきますね。はい、本命のこっちの部品ですが、まあ見てわかる通り変なとこが膨らんじゃったりとかしますね。結構ここは引けちゃったりとか、あとはここまっすぐのはずなのに波打ってますね。するとこの内側ですが、ここR がついてるんですよ。R があるはずなのに膨らんで R 消えちゃってますね。なかなか難しいです。予測ですけど、多分焼成の段階で中の PLA の原型ですね、それが膨らんだことによって型を曲げちゃうんですよね。なのでとても精密鋳造などと言えるものではないですね。形状としては出来上がりつつあったので残念ではありますが、ちょっとこれでは使えないですね。まあ難しいですね。ロストプラはまだまだ研究が必要です。まあ今回こんなもんですね。メダルの方は押し湯を増やすことによって結構いい感じになるというのが分かったので、それだけでもまあ発見はできました。まあ結構いろいろ実験できて楽しかったですね。胃肌は悪くないんだよな。砂型ほどではないけど、スタイロフォームに比べると胃肌はだいぶ綺麗です。それはいいんだけど、それ以外がダメですね。どうにも。
とりあえず今回はここまでとなります。次回何やるかまだちょっと決まってないですけど、また次回もよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。